今回は彫金で使用する糸のこの使い方を解説していく。糸のこのフレームの解説やノコバの太さ、基本的な使用方法について紹介しよう。参考にするかどうかはお任せするが、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をお願いする。では最初は糸のこのフレームについて。左の2つのようなフレームが一般的で価格もお手頃なので初心者にはおすすめ。一番右のものはかなり勝手がいいフレームじゃが13,000円ぐらいする高級なフレームじゃ。続いて紹介するのは糸のこの刃の太さについてじゃ。糸のこの刃は一番太い8番から一番細い80番まである。どの太さがいいかというのはどのようなことをしたいかによって変わってくる。例えば細かい透かし模様を入れたいということであれば、その分細い糸のこの刃が必要になるということじゃな。まず自分が使うにあたってどの太さがいいかというのはすぐにはわからないと思うので、基本的にスーパーパイクの6種の太さセットというのが売っていたと思うので、まずそれで試してみるといいと思う。スーパーパイクやバローベ、アンチロープなどいろいろとメーカーがあるけれども、どれがいいかというのをすぐにわかるということはありえないと思うので、まずその6種セットのものを URL を概要欄に貼っておくので、そこから試してみるといいんじゃないかなと思う。次は取り付ける時の刃の向きについてじゃな。糸のこの刃は画像のように上下が決まっている。電気のこぎりを使ったことがある方は馴染みがありわかると思うが、糸のこは下に下ろした時に切れるようになっているので、画像のような向きで取り付けるようになる。最初に下の方をつけて、その後に上をつけることになるが、ピンと張った状態にしないと糸のこの刃は切れないので、上を取り付けるときは柄をお腹に当ててぐっと手前に圧をかけて取り付けることになる。ピンと張った方がよく切れるのは確かじゃが、方向転換するときに折れやすくもなるので、どの程度の張り具合がいいかというのは、あくまで好みじゃろうな。はい、これは横からの画像じゃ。このようにお腹にぐっと当てて上をギュッと止める。これでピンと張った状態にする。これで取り付け完了じゃな。で、一点注意点があって、あんまりグッとやりすぎるとフレーム自体が曲がってしまう。初めの頃はとにかくピンと張るんだということで力をグッと入れてしまう方がいるかもしれんが、見ての通りフレームが曲がってしまうようなこともある。この2つのフレームだと右の方が、フレームに圧をかけやすくなっているので、あまりやりすぎると簡単に曲がってしまうので注意が必要じゃな。この糸のこフレームは少し高価なんじゃが、非常に取り付けも簡単だし頑丈なのでおすすめじゃ。はい、それでは切っていこう。切る前に糸のこの刃に潤滑油を塗っておくと切りやすくなるのでおすすめじゃ。油としてはステンレス用のドリルオイルを使っていたが、現在はワコーズのラスペネを使っている。ラスペネはホームセンターなどでも売っておるので簡単に買うことができる。糸のこに限らず何でもそうじゃが、潤滑油を使うことによって工具の劣化、傷みを抑えることができるので、できるだけ使うように心がけた方が長期的に見て節約にもなるぞ。このような感じでまっすぐ切っていくと。まっすぐ切るときは右手は上下に動かすだけにする。続いては切る途中で進行方向を変えるときじゃな。この時はその場で糸のこを細かく動かして向きを変えていく。前に圧力をかけてしまうと切れてしまうので、方向転換をするときは自分の手前、刃のない方に力を少し入れて動かして刃を回していこう。その時、左手を回しながらゆっくりと動かすことで、その場で直角に向きを変えることも可能じゃ。曲線を切るときも一緒じゃ。細かく刃を動かしながら左手を動かして曲線を切っていく。切っている途中で
刃の滑りが悪くなったなと感じたら、途中で油をさして切る効率を上げてもいいかもしれない。また切っている途中でやりづらい、このすり板の空いているところが大きすぎて押さえにくい、また狭すぎて切りにくいというようなことがあった場合は、この右上に見えているような場所、こういった場所をすり板で作っておくと細かい模様を切り出すときに便利じゃな。大きさは好みじゃが、小さいものをまず作ってみて、自分の使い方、やりやすさに合わせて大きさを調整すると良いと思う。ただ個人的には小さい穴にしておいた方が糸のこ作業でここまでで良かったのにというような勢い余って切ってしまったというトラブルが起きにくくなる。また見てもらっているように小さな穴でも十分に刃を回すことは可能じゃ。ある程度の練習は必要になるが、透かし模様を切り抜くにも不自由はしないじゃろう。透かし模様の切り方については後日また違う動画で解説をさせてもらうが、こういったすり板に細かい模様を切り抜く用の場所を作っておくかどうかによって作業の効率が大きく変わってくる。まだ試してみたことがないという方はぜひ一度やってほしい。今透かし模様がうまくできないという悩んでいる方も、もしかしたらこの工夫をすることですぐにできるようになるかもしれない。糸のこ作業は作業を行う高さがポイントになる。基本的に胸の前ぐらいか、それよりもちょっと高いぐらいがおすすめじゃ。低いと上半身が覆いかぶさるようになってしまうので、体勢的に糸のこで切る動きに合わせて肩が上下しやすくなる。そうするとそれに引っ張られて糸のこの動きもブレやすくなる。オフィスチェアのように高さが調節できると便利じゃろう。また一般に売られている机の足にブロックをかませて高さを調節するという手もある。糸のこで金属板を切り始めるとき、糸のこを持ち上げる動きで少し切り込みを入れてから切り進めていくが、慣れないうちはノコ場を横滑りさせてしまうということが少なくない。人によってはそういうやり方なんだから慣れなさいという方もいらっしゃると思うが、できないだとストレスが溜まってしまうので、対処法をいくつか紹介したいと思う。まず一つ目の例として、提案として先端工具を使って溝をつける方法。円盤型でなくても良いが、こういった形で傷をつけて刃の収まりを良くした状態で切り進めていくという方法じゃな。ただリューターを持っていないという方もいると思うので、そういった方は三角のヤスリを使って軽く溝をつけた後に糸のこで切ってみよう。糸のこ作業をやっているとたくさん糸のこを折ることになる。今まであった彫金師の方の中には、初心者のうちは糸のこを折るのが仕事のうちなんてことを言う方もいたぐらいなので、頻繁に折れる。捨ててしまうというのもいいんだけれども、他の作業に使えることもあるので、全部捨てるということはせずに、飲み終わったコーヒーの缶をきれいに洗ってその中に保管しておけば後で使い回すこともできるので便利じゃ。すり板の加工の話の時に紹介した木工用の糸のこの刃じゃが、当然ながら木材を切ることに使用することが可能じゃ。こういった必要な時に木材を切ってジグ作業に必要な工具を作れるとなると、作業の幅が広がるので持っておいてもいいかもしれない。またこの木工用の糸のこはワックスを切るのにも非常に便利なので、ワックスモデリングをやりたいなという方は必ず持っておいた方がいいなと間違いなくおすすめする工具じゃな。あっという間に切れるので、スパイラルソーなどを使ってなかなか切りにくいななど、例えばワックスモデリングで、透かし模様を切りたいけれどなかなかやりにくいという方は使ってみるといいと思うぞ。先ほど折れた糸のこを他のことにも使えるぞということを話したんじゃが、折れた糸のこの柄をね、ガムテープなどで作って、小さなヤスリとしてヤスリ代わりに内側を削るということができる。
ワックスで透かし模様を彫っている時切っている時などをちょっとだけ削りたいなという時にこれを使うと便利じゃな。今動画では切れるんだよということの証明に一生懸命動かしておるが、実際このサイズのものを切るんだったら普通に糸の子を通して切った方が良い。ただマイクロヤスリを別途買うよりも糸の子の方が小さいので、間違いなく1本は持っといた方がいいじゃろうな。持っといた方がいいというか、どうせゴミにするぐらいじゃったら道具として使った方がいいんじゃないかというようなことじゃな。はい、今回は彫金での糸の子の基本的な使い方の紹介じゃった。多少応用も入ったかな。スリータの加工なんかについては自分の使いやすいようにいろいろ試してみるといいと思うぞ。ユーターの先端工具の話などをした後に透かし模様のやり方なども紹介したいと考えておる。最初に紹介した糸の子のフレームはいろんな種類があるが、高いからいいとか安いから悪いとかそういったものではない。高さを調節して折れた糸の子を使えるようなフレームもある。自分の作業に合ったものを試してみるといいんじゃないじゃろうか。以前怪我の動画で話したが、雑な作業をしてわしは糸の子で手を突き刺してしまったことがある。みんなくれぐれも怪我のないようにやってほしい。では今回はここまでじゃ。安全第一、健康第一じゃ。高評価チャンネル登録よろしく頼んだぞ。